今マンチェスター、ニューハンプシャーのマンチェスターというところにいます。これからあとちょっとでボーディングしてデトロイトに向かいます。ホテル着きました。なんかすごい、ほら見えますか？こんなキッチンがついてる。そしてちゃんと電子レンジもついてる。なんかちょっとサービスアパートメントみたいな感じ。すごい。今日は空港ホテルなので、何もないし。で、今日はどんな一日だったかというと、朝の6時にすやすや寝ていたら、クルーズスケジューリングから電話があって、10時発のフライトで今日行ってねと言われて、3日間の 3day トリップに呼ばれました。で、今日は今ここは、コネチカット州のハートフォードかなっていうところなんですけど、今日一日朝はラガーディアからマンチェスターっていう、イギリスじゃなくて、コネチカット州、マンチェスター、ニューハンプシャー州の、マンチェスターへ飛んで、それが1本目。で、マンチェスターからデトロイト、ミシガン州のデトロイトを飛んで、デトロイトからクリーブランド、オハイオに飛び、クリーブランド、オハイオから、ここが、ハートフォード、コネチカット州に飛んで 4レグして、今ここホテル着きました。でもこの4レグのね、1、2、3レグ目が、3本目がめっちゃ短いフライトだったんです。初めて今のところもうテイクオフ離陸してっていうのもロケーション的にはレイクミシガンってミシガン湖っていう湖があって、デトロイトがあったらその反対側に行ったら湖を渡っただけなので、フライトのマイル数見たら95マイルなんですよね。すごい短くて、なのでテイクオフして1万フィート、高度1万フィートを超えるとポンポンってチャイムが鳴って私たちは立ち上がっていいんですけど、で早速じゃあ私は今日はファーストクラスの担当だったので、ファーストクラスのお客様にお飲み物何がいいですかって聞いて、でギャレー戻ってきたらもうキャプテンがもう着陸準備に入りますって言われて、どうしようって思いましたっていうぐらいの短さです。もう本当に驚くぐらいの短さです。これはね、今のところ前代未聞でした、私のクルーライフの中で。そう、フライト時間はもともと24分って言われたんですけど、結局プリペアキャビンって言って、客室の着陸準備に入るのがだいたい15分とかもっと20分前とかでやっちゃうので、テイクオフ帰国してもう高度1万フィートこう達して、でちょっと飛んだかなと思ったらもう降下体制に入りました。もうそれはクレイジーなフライトでした。今日は3本目がねちょっと遅れちゃったし、なのでもうグラウンド地上でもめちゃめちゃ忙しくて、で機材乗り込んでもうパーってプリフライトチェックして、そしたらもうグラウンドスタッフがもうお客さん乗らせるよって言って、分かったよって言って、で乗り込んでお客様がでもうパパパってもうお客様に私ファーストクラスですだと基本的にジャケットを預かってコートをハンガーかけてクローゼット入れて、でお飲み物をプリデパーチャーリポートじゃなくてプリデパーチャーベバレッジ出発前の飲み物を出してやらなきゃいけないので、12席分あるんですよ、ファーストクラスが。12席ダダダダって出したらもうドアクローズしてって言われて、ドアを閉めて、でもう客室の準備、テイクオフの準備に入って、もう今日はとってもクレイジーな日でした。4個目のフライトもなんかケータリングの人が急いだあまりにちょっとケータリングを間違えて行こうとするし、もうね結構クレイジーな一日でした。楽しかったですけどね。はい、そんな感じで今日は一日終わりました。今日はね今時間が今もう9時ホテル着いて9時20分ぐらいなんですけど、明日ピックアップがちょっとねゆったりしてるんですよ。午前11時のピックアップなので、明日ホテルで朝ごはん食べて、ちょっとゆっくりして、でまた明日はまた何本かフライトしますっていうので、途中でまた撮れたら撮ります。今日は湯船に入ってなんか食べようかな。ゆっくりして寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。今午前10時45分か10時45分なんですけど、今日は11時の、ピックアップバンで、フライトっていうか空港に行って、今日はね3本飛びます。はい、
3本飛んで今日はどっかに泊まるんですけど、どっか忘れちゃったので、後でホテルとか着いたらまた撮ります。途中経過も撮れたら撮ります。今シンシナティの空港に着きました。今ニューヨークに帰ってきました。ラガーディア空港で、もうこれで終わりじゃないのが私の今日の一日です。これからテネシー州のナッシュビルに行きます。ホテル着きました。なんかこれちょっと不思議な作りになって、ドア入るとここになぜかでっかいソファがあるんですよ。でもってキッチンみたいなスペースがあって、2ベッドなんですけど、なぜか狭いスペースがあって2ベッド、そしてちゃんと浴槽もついてます。なんかすごい結構広くて複雑な作りみたい。景色は何もなし。さてホテルに着きました。今がニューヨーク時間は10時なんですけど、ちょっとテネシーは確か1時間時差があって、今午後の9時なんですよね。今日スタートが結構昼でスタートして9時なので、割とちょっとなんかゆったりしてた気がします。でしかもさらにもっとゆったりなことは、今日はここから21時間ぐらいのステイなんですよ。なので明日のピックアップがね、夕方6時とかなんですよ。確か6時前とかなので、テネシーでもナッシュビルね、残念なことにここがちょっと空港に近いところなんですよ。なのでダウンタウンまでちょっと遠いっていうのがちょっと難点なんですけど、ちょっと明日どうなるか、様子見て、とりあえず今日は夜10時、ニューヨーク時間10時でしょ。でも9時なので、ゆっくりなんか YouTube でも見ようかなって思います。ちなみに今日の話とかはちょっとしてなかったんですけど、今日は3フライトしたんですよ。初日が4レグで、今日が3レグで、今日はどこ行ったというか言うと、BDL ハートフォードっていうコネチカット州のところから、コネチカットからラガーディア空港、私のベースまで1回帰って、そこからラガーディア、あれ違うな、間違えた、ごめんなさい、間違えました。今日コネチカット州スタートして、コネチカットからシンシナティオハイオまで飛んで、そこからラガーディア飛んで、でラガーディアから、ここですね、ナッシュビル3本ですよね。3本飛びました。でもなんか全部すごく昨日と違って、フライト自体が割とゆっくりしてたので、なんかサービスも焦らずに、なんかゆっくり時間かけてもうなんかできました。すごい良かった、楽しかったです。今日は私はメインキャビンサービスしたので、ファーストクラスは、もう一人のフライトアテナント彼女がやって、私が、メインキャビンの担当でした。明日はまたスワップします。ポジションを変えます。はい、そういう感じです。すごいね、最後のフライトはね、かなり空席がちょっと多くて、かなりもうスカスカだったんですけど、その分なんか結構ね、なんか密におかわりとか、なんかこうもう一杯いかがですかとか、なんか他にスナック欲しいのどうですかとか、いろいろサービスできたので、すごい楽しかったです。はい、という今日のフライトの話でした。おはようございます。翌日の朝になりました。ちょっとね、外の天気がすごい天気ので、ちょっと見てください。すごい天気、なんか一見秋みたいですよね。今何月 ?2 月か。すごい天気良くて、なんかちょっと落ち葉も落ちてて、なんだかいい感じですね。なんだね。見えますか？なんかすごい今天気がいいんですよ。ナッシュビル、テネシー州で、さっき
朝8時とかに起きたかな。でなんか一緒の昨日と今回飛んでるフライトアテンダントと朝一緒にご飯食べようねって言って、朝ご飯一緒に食べて、で部屋に戻って、でなんか結局 YouTube 見たりとか、なんかまたもう一回ね、さっき湯船に入ってゆっくりなんかポカポカしてました。で今日のねピックアップがすごい5時、ほとんど6時なんですよ、ピックアップが夕方の。で今の時間が腕時計つけて忘れちゃったけど昼1時ぐらいなんですよね。まだまだ時間があるから、なんか最近ちゃんとしたご飯をあまりフライトしてる時ってなんか忙しくて忘れちゃうんですよね、ちゃんと昼ご飯とか時間をとって食べるの。だからちょっと今日はなんかどっかになんか食べようと思って歩いてみました。なんか調べたらチャイニーズフード、中華料理があるみたいなんですよ。なぜ中華っていうかって、僕なんか最近中華ばっかり食べてるんですよね、大浦。一昨日はなんかデトロイトの空港ですごい長いシートタイムっていう、空港で次のフライトまで待ち時間があったのでマック食べちゃったんですよ。マックでもね、ちょっとね2日おきのマックはちょっと私はさすがに罪悪感があるから、今日はちょっとてか最近なんかどこ食べるって言ったら結構アジア料理になっちゃうんですよね。やっぱりアメリカ来るとアジア料理食べたくなるのは私だけ。 KFC とかあるけど KFC はちょっとな、私は今日マックもあるし、ちょっとアメリカフードしかないな。っていうかそれよりもそう、今テネシーのナッシュビルいるんですけど、すごいあったかいんですよ。ちょっと私今ダウンジャケット着てるんですけど、見てください。下見える？ B さん、この T シャツ日がすごい強いからめっちゃなんて言うんでしょうね、過ごしやすい。今日天気がめちゃめちゃいいんですよ。なんでだろう、なんでかどうかは知らないけど、確かこっち行ったらあるかな。ここ渡ろう。ちょっとあんまり歩いてる人がいなくて不安になってくるぞ。ミッドタウン、その名もニューチャイナ、ケバブ、ジャイロ、ニューチャイナ。昼ご飯ゲット。チャイニーズ頼んできた。よかった、あったかい。しかもなんか中見たらちゃんとしたタッパーウェアに入れてくれました。なんという親切にしても風が強いし天気がいいし最高のレイオーバーかよって感じです。なんかすごいいい感じ。ちょっとね、今まで結構朝ピックアップが早いパターンが多かったんですよ。なのでなんかこんなに夕方今日一日もう寝てたりゆっくりしてるだけじゃないかっていう感じなんですよね。だって今日あと夕方でしょ、ピックアップで帰りフライトが2時間ぐらいのフライトでラガーディア着いたら今日それでおしまいなんですよね。こんなのでいいのかな、お金いただいちゃってって感じですよね。そうでもこれちょっとホテルで食べよう、嬉しい。なのでここはまたちょっと10分弱ぐらいかけてホテルに帰ります。見てください、この天気の良さね、すごい天気がいいんですよ。もう暑くてなんかこの暖かくてこれも脱ぎたいぐらい、ジャケットすごいね、めっちゃ空気が美味しいっていうか、なんかすごいいい。ニューヨークと全然違う。見えるかな、空港がもうすぐそばだから、ほら飛行機がアプローチングしてるのが見えますね。ほらほら来たー。すごい、わかりますか、手の大きさと比べたら大きい。なんかチキンとベジタブルとフライドライス普通かな。これはエッグロール、春巻きみたいな感じかな。ですごいほら景色がいいから、景色がいいわけじゃないけど天気がいいので窓際で食べましょう。いきますか。こっちが今外なんですけど、天気がいいからね、外を見ながら食べようかなと思います。缶が開かない、いつも。おこ
このね缶を開けるのね、一日に私何回開けてんだろう缶をって思うぐらいめっちゃ開けて時々ね開かないんですよ。爪がやばくなっちゃいそうなので、こう缶を開けるやつをねついに買ったんですよ。この間ってトレーニングの時に買ったんですけど、それがすごい私のライフセーバーです今。天気が本当に良くてね、外を見てひたすら食べようかっていうただの動画になっちゃいますけど、さあ食べましょう。なんか食べながら動画を撮るってどうなんでしょうね。いいか。美味しそう野菜が乗ってて、これをね食べてみましょう。これはなんか中華の最近よく中華食べるってさっき多分話したと思うんですけど、そううちのブルックリンの家の近くにも中華のチャイニーズのところがあるんですけど、そこは結構ねランチがニューヨークなんですけど6ドルとか7ドルでね食べれるんですよ。すごい安くて、これ美味しそう。揚げ物か。ちょっとまあいいか、食べよう。いただきます。なんか多分ちゃんとオイラがオーダーしてからオイラのためにあげてくれた感じがします。優しい。なんか具が日本の餃子に似てる。餃子ってことかな。要は餃子っていうくくりでいいのかな。なんかそう、昨日シンシナティ、オハイオのシンシナティの近くに着陸するときに、私は昨日はメインキャビンの担当だったので、着陸前に客室の後ろでジャンプシートっていうのでこう客室乗務員の座る席で座ってたんですけど、たまたま横にいたお客さんがシンシナティではこう川があって、そこでなんか氾濫を起こしちゃった水がみたいで、みんな川の方をこうやって見てました。確かに見たらすごい泥っぽい水になってて、水が多分氾濫しちゃったんですね。フォーチュンクッキーさあ食べましょう。味はいかに。いい感じ。いただきます。野菜チキンって言ったけど、これチキン？ちょっと待ってよ、これ何これ。チキンかな、わかんない。ちょっと謎。これなんだろう。見てほしい。肉がなんかねチキンなのかなっていう味がちょっとして分かんなくなってきたぞ。なんか今までチャイニーズってそんなに中華料理そんなになんでしょうね。今みかんでこれ携帯立ててるから落ちそうになっちゃう。あんまり当たり外れないと思ったけど、今回はちょっとハテナマークが浮かぶチャイニーズだった。まあでもいいか。まあ一回経験としてね。でもちゃんと野菜が入ってるから私はいいと思います。このシャキシャキするのね、よくアメリカで入ってるんですよ。見えるかな、見えないか。これはね、私はこの正体がわからない。シャキシャキは多分野菜ですけどね。
これもねランチだからすごいお得な値段で買っちゃった。安かった。67ドルとかしてくらいだったかな。全部食べれなそう。でもちょっと後で食べようかな、フライトで。長いのでね、そう帰りが2時間、昨日は1時間59分、まあ2時間ってことか、2時間のフライトでした。でも帰りもナッシュビルからラガーディアまでまた帰りもしかしたらフライト時間短くなるかもしれない。でも私今日は昨日メインキャビンだったんでスワップして、今日は私はファーストクラス担当です。12席あるんですけど、そう楽しみ。でも夕方の便だからきっとみんなお酒とか飲むのかな、お客さんは。はい。なんかちなみに私はもともとお酒を全然飲まないから、なんか何お酒の名前言われてもそれ英語って感じで何もわからないんですよ。もう全然時々なんか申し訳なくなりますよね。だからこうやっていつも見たりして、これがこういう名前かってやってるんですけど、なかなかねやっぱ飲まないからね。例えばスプライトとかジンジャーエールとかコークとかダイエットコークとかならわかるんですけど、ウッドフォードとかね、あとなんだっけな、スイートウォーター、スイートウォーター420、ミラーライトとか、なんかそういうね全部名前があるんですよ。ワインも全然わかんないし、シャルドネって言われたらあれか、ホワイトワインで、カルボネだったら赤ワインだけど、うちはないんだ、メルローとか、なんかそういう名前があってね。でもフライトアテナントはお酒もサーブしなきゃいけないから、そういう意味ではまあでもいいきっかけになりますよね、お酒を知れる。もう全然未知の世界です、お酒は。でも作るのはね全然、出すのは楽しいので。すごい最近結構コメントとかいただいたりとか、いいねとかチャンネルとか登録してくださったりした方、本当に皆さんありがとうございました。嬉しい。なんかこれ食べ続けても私はこの先に動画を撮る、ちょっと今回の動画の意味が分からなくなってきたから、ここら辺で終わりにしましょうか。後で空港着いたりとかして時間があればちょっと動画撮ろうかなって思います。ということでちょっとこれをね食べ続けます。今携帯で撮ってるってか、いつもこれ携帯で撮ってるんですけど、今日のこの携帯の台、これみかん。そう中華料理とかっていつもなんかアメリカこれがついてくる。何これ、ダックソースか。ダックソースっていうな。匂いわかるわけないか。どんな味がするんでしょうね。ほらこれとかソイソースですよね。ソイソースがついてくるんですよ。なんかアメリカってすごいこれとかに入れる量がすごいんですよ。なんかだからもういつもいらないよって言わないと、もうすごいこれだけ3個4個とかどんどん入れてくるから、なんかちょっと私はもったいない気がします。わざとこんなくれたのに全然買わないから。でいつものこうやってクッキー、後で何て書いてるか見ましょうかねという感じです。なのでまた今何時なんだろう、2時だ。テネシーは2時なので5時とか、まだ3時ぐらいからちょっと1時間ぐらい昼寝しようかな。どうしようか考えます。ゆっくりして準備しようと思います。準備できました。今、5時半ぐらいなんですけど、あとちょっとで下のロビーで車のピックアップを待ちます。で、ちょっとねコメントいただいたので、それにちょっとねクイックに答えたいと思うんですけど、お答えしたくてコメントもありがとうございます。で、外資系の航空会社のトレーニングについていけるような英語力はどうやってっていうご質問だったんですけど、私はね正直ねこれに関してはねすごい特定な答えが出せなくて、まだちょっと自分でも意見がまとまってないんですけど、英語を見聞きすることの時間を増やすことっていうのはねすごく大切だと思います。英語をいくら喋れるようになるかっていうのは、いくら自分が24時間の中で英語を使う時間を増やしてるか、費やしてるかっていうのがもう丸々反映すると思います、私の場合は。なので私が日本に住んでた時は、実際になんて言うんでしょうね、私は
日本でアメリカの大学とか行ったことないし、留学したこともないし、アメリカのインターナショナルスクールとか行ったわけでもないですし、そう留学経験と全くないので、もっとど素人ですけど、私がしたのはとにかく日本に住みながら、もう日本語での会話、日常の会話以外で一人でいるときはずっと英語のもの聞いてました。もうずっと英語のもの聞いて、それを慣れたら自分で真似するシャドーイングをしてました。で、私が何してたのは、よくやってたのは、YouTube で私の好きな航空会社のセーフティーデモ、安全のしおりのビデオがあったので、それをダウンロードしてひたすら MP3 に聞いて落としてました。で、ひたすら聞いてるので、私も自分で覚えて、なんかTo fasten, insert the metal tip into the buckle as long and tight across your lap. To release the belt, just lift the top of the buckle. Please maintain it with your seatbelt securely fastened whenever the seatbelt sign is on. Even if the sign is off, keep your seatbelt fastened in case we experience unexpected failure. とかそういうね、単語、こういう内容のものをどんどん一人で覚えたりしてました。結構それぐらいやるとね、単語も覚えるし、自分で発音も練習できるし、耳でずっと聞いているので、割とそれをやるとね、いいかなと思います。はい、なのでそういうふうに自分で好きなカテゴリーの、ものでいいので、分野のもので、それでどんどん進めていく、自分でね時間を見つけて聞いて真似してっていうのが私は結構いいかなと思います。独り言でもいいので、私は独り言ばっかりで自分でやってますので、その感じでやるといいんじゃないでしょうかね。あとはアメリカの航空会社だったらトイックはちなみに関係ないです。というのも全くそういう基本的にネイティブとかアメリカでの英語が喋れるっていうことが条件なのでね、もちろんその当たり前のように来るので。ただアジア系の航空会社だと、私の受けた航空会社も多分最初もともとね1社目のエアラインがマレーシアのベースの航空会社だったんですけど、そこの航空会社もしかしたらTOEICの点数聞いてきたかもしれないです。なのでTOEICの点数がねいくらあるかっていうのは、そのご自身がどうしても狙っている航空会社のその今までのね Google とかするとね、その募集要件とか出てくると思うので、TOEICでどれだけの点数が必要かっていうのは見てみるといいかと思います。それについてはね、どうしてもTOEICでその点数を打ち出さなきゃいけないっていう場合はTOEICの対策をした方がいいんですけど、私は正直TOEICあんまりTOEICの成績がいいから英語が喋れるかっていうのに関してはちょっと私はあんまりどうかなって考えてる人なので、あんまりTOEICとか点数を気にすることはあんまりお勧めしないかなと思います、私の場合。というのもTOEICがね高いからって言って喋れるかって言ったら絶対そうじゃないんですよね。なのでもうとにかくそのTOEICの点数はもう必要であればそこの点数を打ち出さなきゃいけないですけれど、実際にトレーニングとか実際働くようになったらTOEICの点数よりもどんどん会話ができるかどうかっていうのはもうそれが必要だと思います。はい、なのでね、そういうのも自分で好きなものの分野で見つけて、そこでどんどんねそういう分野から単語を勉強したり拾っていったりとか、発音ができるようになったりとか、聞き慣れるようにするのが私はいいかなと思います。皆さんね、私も本当はそういう風にちゃんともっと理論づけてっていうか、詳しく自分で解いてどういう風にっていうね極論やりたかったんですけれど、うまいこと私の中で意見がまだまとまらなくて、なのでまたね考えながらいいのがあればまたこちらで撮りますので、今日はとりあえずそれぐらいの内容になります。今機材に乗り込みました。今っていうかさっきですけど、そうで乗り込んで、まだボーディングまで時間があるんですけど、そう乗り込んでプリフライトチェックをして、でギャレーの私は今日ファーストクラスの席の担当なので、ちゃんと飲み物とかがちゃんとケータリングされてるかとか、その出すスナックがあるかとかを確認して、自分で作りやすいようにギャレーをアレンジして、あとはまだちょっと今日はパイロットの2人が乗り込んでないので、その2人を待ってボーディングして出発です。今日のフライト何時間でしょうね。多分ちょっと少ない、短いかな、昨日より2時間切ると思います。違うだ黒もっぷりしか見えない。あ、まだ映ってる。
今家帰ってきました。11時くらいです。ただもう水飲んでます。はい、これで今日日課トリップおしまいです。今回がラガーディアで朝出発して、1日目が4本ぐらいフライトしたかな。で、ハートフォード、コネチカット州泊まって、で、2日目が3本ぐらいフライトして、テネシー州のナッシュビル泊まって、で、今日はナッシュビルから6時、夕方の6時ぐらいのピックアップで、1時間40分のフライトして、さっき今帰ってきました。これで3日間のトリップおしまいです。長いやつもちょっとあったり、短いやつもあるんですけど、今日はこの3日間のトリップがこういうスケジュールだよというご紹介でした。またなんか面白いものがあったらお取りします。コメントとかまたありがとうございました。あと、いいねとかチャンネル登録とかもしてくださってありがとうございました。また面白いのが撮れたらなと思います。ではではおやすみなさい。